皆さんこんにちは。本日はなんとお久しぶりのキャラクター会になります。ということでタイトルにもある通り、今回はたまごっちをテーマにしたスイーツを作っていきたいと思います。最近またたまごっちが流行ってるから、ちょっと私もその波に乗っかっちゃおうかなって思って。それでは早速悩みに悩んで決めた今回作るスイーツを先に発表しちゃうね。今回はこの4つのスイーツをチョイスしました。まずは作るキャラクターたちを決めて、その後にね何のスイーツで作るかっていうのを考えました。今回は第1弾なので基本的にメインキャラを登場させたいなって思うんだけど、一部私の推しキャラが混じってますのでご了承ください。まあそういうことで今回も可愛いスイーツを作ってあげられるように張り切っていっちゃいたいと思います。お相手しましょう。ということで今これはマカロンから作ってます。キャラクターはメメッチをモチーフにしようと思ってたんだけど、それだけだとちょっと寂しいので親父っちも一緒に作ることにしました。この2色を使ってオレンジと肌色をね作っていきます。私たまごっちのキャラクターの中でマメッチとかメメッチはもちろん好きなんだけど、なぜか親父っちがめちゃくちゃお気に入りで、あのキャラデザめちゃくちゃ好みなんだよね。私が小学生の頃かな、すごいたまごっちにハマってやってたんだけど、なかなか親父っちにならなくて、親父っちになった時は結構泣いて喜んでましたっていうのはちょっと思ったけど、それほどに好きなキャラクターなんだよね。それではメメッチの方から絞っていきます。まず頭の部分をちょっと横長の楕円形になるように絞って、胴体の方はなるべくちっちゃくなるように意識して絞りました。私はいつもめんどくさがって下書きとか書かないんだけど、できたらこういう形は下書きとか書いた方が絞りやすいかもしれないです。よーし、できた。じゃーん、こんな感じ。いい感じなんじゃないかな。そしたら次は親父っちの方を絞っていくんだけど、こっちはね普通の変形にしちゃいました。まさかこれが親父っちのマカロンになっちゃうなんて、ちょっと今の段階では想像できないね。見て、こんな感じで絞り終わりました。ちょっとこっちの肌色が薄かったかもしれない。マカロンって結構濃い色の方が可愛いんだよね。メメッチの方はこんな感じで、まあいい感じなんじゃない？なんかぷっくりしてて美味しそうです、もうすでに。ということでこの子たちは乾燥させておきます。冬だから自然乾燥で1時間半くらいかな。しっかり見ておかないとね。次はロールケーキに使うスポンジ生地を作っていきます。フラワッチのスイーツは最後まで何を作るかめちゃくちゃ悩んで、結局ロールケーキにしました。ロールケーキのスポンジをピンク色ベースで緑と黄色の花柄の模様を入れたら可愛いんじゃないかなって思ったので、ちょっと挑戦してみようと思います。模様に描くのに使う生地を忘れずに取り分けておきます。これでいいかな。ベースの生地をピンク色にしていくんだけど、もともとの生地が黄色に近いので、やっぱりどうしてもねオレンジ寄りになっちゃうんだよね。模様に使う生地もこんな感じで色をつけていきます。黄緑っぽい感じよね。多分いい気がする。とりあえず先に模様を絞っていくんだけど、もともとお花の形にね絞ろうと思ってたんだけど、生地が緩すぎて無理そうだったので水玉にしちゃいました。こんな感じで絞り終わったので一旦固めていきます。うまくできるかな。焼いてる間に残りの生地も準備しておきます。よし、OK。よし、ここに流していきます。大丈夫かな。そーっとね。はい、OK。じゃあこれは焼いていきます。よいしょ。おー、焼けた焼けた。いい感じに焼けてます。でもちょっとなんかピンクが薄いかも。ちょっとまあいいか。あ、っていうか後ろのやつ大丈夫かしら。大丈夫そうかも。今度はチョコケーキに使うスポンジを作りました。今回弟にも食べてもらう予定なんだけど、弟がねチョコケーキ大好きなのでこれにしました。
よし、入れてきます。過去一番でかいかもしんない。おー、なにこれ。なんかすっごいことになってる。ちゃんと焼けてるか一応見とくか。よいしょ。あ、大丈夫そう。よいしょー。ちょっとマカロン確認してきたらね、ちょうどいい感じに乾燥が終わってるので、2回に分けて焼いていきたいと思います。まずはこっちのメメッチからね。よいしょ。焼けたー。え、待って。なんか割れてんだけど。なんかさ、こっちの上の段は綺麗に焼けたんだけど、下の段はね、こんな感じで割れちゃってるんだけど、なんで？上の段と下の段で違うのかな、焼き加減とか。全く同じ風にやってるしな。ちょっとショックだけど、まあしょうがない。で、マカロンが全部焼けました。普通の形の方はめちゃくちゃ綺麗に焼けました。こんな感じでね、ピエもすごい綺麗に出てます。こっちはしっかりね、2段に設定して焼いたらね、ひび割れは一切なかったです。メッチの方は2段で焼いてるのに、1段で設定して焼いちゃったから、多分ひび割れしちゃったのかな？わかんないけど、ちょっとショックだね。そしたら次は口パッチのミルク餅を作っていきます。口パッチは比較的スイーツにしやすいキャラクターかなと思ってて、ケーキとかアイシングクッキーとかパン系とか、なんか本当にいろんなスイーツが思い浮かんだんだけど、なんかもちもちしてたら可愛いかなと思って、今回はミルク餅をチョイスしました。この間豚とアザラシのミルク餅作った時ね、めちゃくちゃ可愛かったから、口パッチで作ったらもう可愛さの限界値超えちゃう気がする。ミルク餅は作るのもすごい楽しいので結構おすすめです。たまにベタベタしてイライラするけど。レンジで生地を温めたら、ここにバターを加えて滑らかになるまでひたすら混ぜていきます。生地を着色したんだけど、今回ちょっと色ミスったかもしれないんだよね。緑は他の色と比べて比較的発色がいいから、いつもね加える量は気をつけてたはずなんだけど、ちょっと加えすぎちゃったかもしれない。まあたまごっちは結構鮮やかめだから耐えてるってことにしましょう。それでは生地をコーンスターチの上に広げて成形していきます。熱がまだ残ってたら常温に戻ってから作業するのをおすすめします。まずは生地を均等な大きさに分割していきます。これ気持ちいい。むにむに。なんかリトルグリーンマンみたいじゃない？リトルグリーンマン作れるよ、これで。ちょっと路線変更したいくらいだ。めっちゃプニプニ。むにゅむにゅ。ビヨーン。ミルク餅は本当に楽しいよね、作るの。よいしょ、できた。かわいい。やっぱちょっとでも色濃かったかも。まあ、いっか。先を急ぎましょう。そしたら一旦中に包むクリームを作っていきます。やっぱり緑なので抹茶が合うかなと思って、今回は抹茶クリームにします。他のスイーツとのバランスもいいしね。抹茶ソースを作っておいたのでね、これを加えていきます。抹茶パウダー新しく買ったやつなんだけど、すーごいいい匂いなんだけど。中に絞るクリームだから結構固めのホイップクリームにしてます。なんかめちゃくちゃ美味しそうなんだけど、この抹茶クリーム。抹茶パウダーが結構いいやつなんだよね。ちょっと楽しみだね。よいしょ。そしたらさっき作ったクリームを生地に包んでいきます。
わさあ行くぞ。ふっ。あとはここを塞ぐだけ。キュッて。よし、オッケー。そしたら、ちょっと縦長に形を整えてあげて。よいしょ。待って待って、くっついちゃってる。あ、待って、くっついちゃってる。あー、くっついてる、くっついてる。こうやって裏側はコーンスターチをまぶしてあげないとくっついちゃうわ。オッケー。これでくっつかないはず。はい、オッケー。こんな感じ。ベースができました。いい感じです。キュッキュッキュッ、しっかりこうやってね閉じてあげると。で形を整える。よいしょ。いやーかわいい。こんな感じです。いい感じです。よし、そしたらね、ここから顔のパーツをつけていきます。ここからです。ここからが本番だよね。ちょっとまずはね、口から作っていきます。結構ここから細かい作業になるからさ、ちょっと集中していかないと。まずは口を2つ作ります。こんなもんかな。口がついた。かわいい。もうすでにかわいい。次は足をつけようかな。これ練り切り用に買ったやつなんだけど、めちゃくちゃ使える。こういう細かい作業に。はい、お手手がつきました。かわいい。なんじゃこのかわいさは。どうかな。こんなんじゃない？どう？こんなんじゃないでしょうか。待って、可愛くない？ちょっとなんかアホっぽい口パッチができたな。うん。可愛すぎる。ど。あー、終わった。見て。全部できました。ただね、生地がちょっと足りなくなっちゃって、1個はね、顔をつけてあげられなかったです。ちょっと配分ミスしちゃったね。ちょっとこれ味見してみるか。わー。抹茶クリーム美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ということで、口パッチのミルク餅の完成です。イエーイ。次はロールケーキを進めようと思うので、クリームの方を作っていきます。今回は練乳ホイップにしました。それでは巻き作業に入っていくんだけど、今回はロールケーキの中がクリームで埋まってるような感じにしたいので、ちょっと端の部分をカットして長さを短くしました。こういう感じでしょ。大丈夫かな。いきます。硬い。実はこの巻いた後のデザインをまだ決めてなくて、フラワッチのキャラクターをなんとかして入れたいなと思ってるんだけど、どうやって入れようかね、ちょっとまだ考え中なんだよね。クッキーで作るか、チョコレートとかクリームで描くか、どうしようね。よし、これで巻いていこうかな。せーの。ほっ。待って、クリーム多すぎた。クリームは多すぎたかもしれないと。せーの。こんな感じでいけてんのかな、これ。いいかな。
て、こうやってね、ラップを引いておいたからそのまま閉じれるの。いいでしょ。よし、じゃあこれは冷蔵庫にしまってきます。そしたらマカロンの顔を描いていこうかな。今日のマカロンめちゃくちゃ綺麗じゃない？こんな感じ。超綺麗。そしたらまずは親父の方から描いていきます。親父のシンボルともいえる髪の毛をどうにかして再現できないかっていろいろ考えたんだけど、ちょっと私にまだその技量はなかったです。チョコとかで作ってもすぐ折れちゃいそうだしね。なんか汚い。サイドの髪は描いてあげるから、てっぺんの方だけ多めに見てください。ついちゃった。こんな感じか？どう？こんな感じだよね。ちょっとにっこりさせてみた。で、こんな感じ。よいしょ。最後にほんのりチークをつけてあげました。次はメメッチの顔を描いていきます。メメッチはフードペンで描いていきます。まずはフードペンで目のハイライト以外の部分を描いていきます。できたら今度はアイシングで目のハイライトを描いていきます。細かっ。どう？こんな感じ。もうそのものじゃない？ちょっと待って、可愛すぎるんだけど。無理。結構メメッチの方もね、マカロン綺麗にできてるかなって思います。メメッチの命とも言えるね、ぐるぐるを描いていきます。頭のぐるぐるは何なのだろう。いい感じじゃね？この髪の毛の部分は黒のチョコペンで描いてます。髪の毛の色に合わせるために、さっきのメメッチの顔は黒のフードペンで描いたの。ぐるぐるを冷やし固めたら、この上から白いチョコをね、かぶせていきます。テンパリングするのがめんどくさかったので、白の方もチョコペンを使いました。大丈夫かなこれ。全部できたので、もう一回これを冷凍庫で冷やしておきます。あとはクリームを作ってマカロンにサンドするだけだね。出来上がりが楽しみです。よーし、そしたらね、全部の顔が描けたので、今からクリームをね、挟んでいきます。まずは親父っちの方からね。そこ。かわいい。かわいすぎる。今回のマカロン本当に綺麗にできたな。見て、この綺麗なピエを。めっちゃ今回綺麗じゃない？よいしょ。メメッチちょっとやってみたんだけど、めっちゃ良くない？マジで可愛いんだけど。まずは普通にクリームを絞っていきます。それではさっき作っておいたぐるぐるチョコの出番ですね。じゃーん。で、ここにつけて、ほっ。待って、めっちゃ可愛い。見て、可愛くない？もうメメッチだよ、これ。ぐるぐるのところをさ、どうやって再現するかってなるじゃん？このぐるぐるがあるからメメッチをマカロンで作るかすごい悩んだからね。結果オーライだったね。よいしょ。ラスト1個。よいしょ。ほい。いい感じすぎるんだけどめっちゃ可愛い。無理。なんだこれ。
ぐるぐる2個余った。こんな感じでアイシングでも試してみたの。なんかいろいろ試してみたんだけど、全部うまくいかなくて、結局ね、このやり方にしました。ということで、こんな感じで親父っちとめめっちのマカロンが全部完成しました。かわいいんですけど。ということで、これはちょっと冷やそう。それでは次はメレンゲクッキーを作っていきます。ロールケーキの仕上げにちょこんって添えようかなって思って、結局メレンゲクッキーにしました。私がメレンゲクッキーを食べたいっていうのも大きかったかもしれないけど。じゃーん、こんな感じで全部の色を作り終わりました。メレンゲクッキーはやっぱね、薄い色になっちゃうんだけど、まあしょうがないからね。これで可愛いメレンゲクッキーを作っていきたいと思います。よし。とりあえずいろんな形のメレンゲクッキーをたくさん焼きました。本当は目までメレンゲクッキーで描きたかったんだけど、ちょっと細かすぎて無理そうなので、焼いた後にアイシングとかでね、描こうかなと思います。なんかちょっと微妙なんだよね、今回。メレンゲクッキーめっちゃ難しくてさ、なんかいろいろ作ってはみたけど、メメッチとかさ、この頭のとこがめっちゃ難しくて、なんかいびつになっちゃった。そしたら次はこの巨大スポンジをね、カットしていきます。今回はたまごっちケーキなので、たまごっちの形にスポンジをカットしていきます。本当は2個作ろうと思ってこのサイズのスポンジにしたんだけど、ちょっと時間の関係から厳しそうなので、今日は1個だけにします。色違いのたまごっちが2つ並んでたら絶対可愛いなと思ったんだけどね。よし、これでいい気がする。この形のナッペは初めてだ。たまごっちケーキのデザインをどうするかもすごい悩んだんだけど、他のスイーツの色合いとかも考えて青系がいいなって思ったので、今回は初代たまごっちのデザインをモチーフにしていきたいなって思ってます。いつかいろんな種類のたまごっちケーキを一度に作って並べてみたいですね。今回それをやるかちょっと悩んだんだよね。お皿どうしようかな。結構お皿どうしようか考えてなかった。表面はできるだけ平らにして、だけどちゃんとたまごっちの形って分かるようにね、意識してナッペをしました。やるじゃないか。待って、結構綺麗な気がする。さあ、これをどこのお皿に乗っけるかなんだけど。どうしよう。お皿どうしようかな。何も考えてなかった。結局、ケーキライスにすることにした。これが一番いい気がする。抜けてくれー。はっ。おー、いい感じなんだけど。見て。めっちゃ形綺麗じゃない？いい感じなんじゃないでしょうか。ちょっとこれ一回冷やします。よし、そしたらロールケーキの方をね、カットしていきます。どう？なんか微妙？ピンクが綺麗なピンクじゃないから、ちょっと微妙か。でも結構綺麗かも。これいただきます。恒例切れ端味見タイム。美味しい。8等分に切ろうかな。よいしょ。生地がふわふわすぎる。どういい感じじゃない？そしたらでフラワッチつけてハートのシュガーをね周りにトッピングしていこうと。よし、こんな感じでどうかな。多分ここでたくさんのツッコミをいただくと思うんだけど、生クリームの上にメレンゲクッキーを乗っけたら溶けちゃうので、後でチョコレートで修正しました。こういうとこがまだまだ素人だよね。ということで、こんな感じでフラワッチのロールケーキが完成です。イエーイ。そしたら最後のスイーツ、たまごっちケーキを仕上げていきます。
この黄色い部分はマシュマロフォンダンで作りました。そしたら一番外側に生クリームで青色の殻を描いていきます。細かい部分はムースフィルムで整えました。よし、ここから最終トッピングしよう。とりあえずボタンをつけようか。真ん中。初代たまごっちのあのデザインをモチーフにデコレーションしていきます。ねえ、息止めてた。とりあえずこんな感じで数字と矢印書きました。ここに6を書きたかったんだけど、なんかちょっと無理だった。画面の中がちょっと寂しいので、最後にここを賑やかにしていこうと思います。実はケーキに物を引っ掛けちゃって、ナペをし直したらちょっと汚くなっちゃったんだよね。はい、ということでこんな感じでたまごっちケーキが完成しました。めっちゃ可愛くない？よーく見るとね、すっごい汚いんだけど、こうね、遠目で見るとわかんないんじゃないかなと思います。てか溶けちゃわないかな、心配なんだけど。ということでこれは完成にしたいと思います。イエーイ。みんな聞いて。これさ、サランラップして保存してたんだけど、メレンゲクッキーが溶けてしまいました。メレンゲクッキー乗っけちゃダメだった。水分吸っちゃうんだ。どうしましょう、これ。ほんとどうしよう。ちょっとさ、一回取るわ、これ。そりゃそうだよね。ちょっとどうしようかな。でもショックだな、結構。とりあえずね、全部取ってきました。で、ちょっとフラワッチはいないんだけど、とりあえずね、こんな感じで締めようかなと思います。ちょっと最後の最後に、事件があって、こんな形で終わりになっちゃうんですけども、ケーキの方は食べるときにね、せっかく作ったし、メレンゲクッキーを乗せていただこうかなって思います。ロールケーキの方は、さすがにこれだと悲しいので、チョコで顔描こうかなと思います。最初からチョコで描くべきだったね。マカロンは結構可愛く、パーフェクトかなって思います。可愛い。あとこの口パッチも結構いい感じなんじゃないかなと思います。最後の最後に飛んだハプニングだったね。あんまり良くないんだ。しなっちゃうよね、そりゃ。私を反面教師にしてください。このスイーツはちょっとね、お姉ちゃん家に持ってって、家族でみんなで食べようかなって思います。じゃあまたね。バイバーイ。あの後ね、ちゃんと応急処置をしてお姉ちゃんの家に持ってきました。今日はみんなでボードゲームをして遊ぶ約束してて、お昼ご飯にピザを食べたりして、おやつの時間にね、スイーツを食べました。今回のたまごっちのお菓子作りもすごい楽しかったんだけど、ちょっと反省点が多かったですね。なんかロールケーキに乗せてたハートのシュガーもね、冷蔵庫で冷やしてたら溶けちゃってさ、ちょっとショックって感じだった。でも味はすごい美味しかったから、とりあえずこの反省を次に生かそうと思います。マカロンは今回100点満点だったかなと思います。見た目も綺麗にできたし、味もすごい美味しかった。たまごっちは今年30周年迎えるから、その時にまた第2弾とかをやりたいなって思います。ということで今日の動画はここら辺で、最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね。バイバイ。